今日はベースが目立つ個性的な音楽、ファンクのスタイルを解説するよ。ファンクはファンキーという表現の由来になった音楽として有名だね。ファンキーは体臭や汗の匂いといった嫌な匂いを示す表現なんだけど、音楽では体臭や汗の匂いを感じるような生々しく情熱的な音楽をファンキーと呼ぶ。日本語でも過度に感傷的な展開を臭い展開って呼んだりするね。都会的でポップな音楽とは正反対の曲を臭いと表現するのは万国共通なのかも。ファンク音楽もその名前の由来通り独特の雰囲気があって癖も強い。特に他の音楽と大きく異なるところはベースがかなり目立つことかな。前にベースギターを解説した時にスラップベースの音を聞いてもらったけど、あの独特なベースの音とメロディーがファンク音楽の主役と言ってもいいね。ニューファンクは現代のファンク音楽のこと。一番無難に使えるファンクスタイルだと思う。スノでもファンクスタイルは癖が強く、また日本語との相性もあまり良くない。現代要素が加わって多少癖の抜けたニューファンクの方が使いやすいと思うよ。もし初期のファンクを作りたいのならディープファンクスタイルを使うといい。でも癖が強くてかなり使いにくいから今回の動画では実例は紹介しないよ。ブリッドファンクはポップ要素が強い。ファンクの中ではキャッチーな音楽。その時代に流行したポップ音楽、ディスコやシンセポップの影響が強いよ。ブリッドファンクと途中にスペースを入れるとファンク要素が強まるから使い分けてね。ギャングスタファンクはヒップホップの要素を取り入れたファンク。G ファンクと略す名称が一般的だけど、スノだとこの表記はあまり効果が出ない。ギャングスタファンクと略さない方がヒップホップ要素が強く出てくれるね。それじゃどんな曲が生成できるのか、実際に生成した曲を聴いてみよう。3種類のファンクのスタイルがどんな曲を生成するか聞いてもらったよ。一番の特徴はやはり独特なベース。どの曲と混ぜても強く主張してくるよ。ベースは名前の通り音楽の土台で、普通の曲では激しく動くことはない。スノでもベースが動くスタイルは曲生成が不安定になることが多いよ。だからファンクスタイルは使いにくい。でも独特な魅力もあるスタイルだね。
動画の後半はファンクと他の音楽を混ぜた音楽ジャンルを解説していくよ。ファンキーハウスはハウスのリズムにファンクのベースを混ぜた音楽。リズムがシンプルなのでファンクの中では癖がない効果だね。ちなみに EDM 系のシンプルなリズムとファンクを混ぜた曲はディスコが有名。ファンキーハウスもディスコ風の曲になる。そう表現した方が分かりやすいかな。ファンクメタルはファンクプラスメタル、そしてヒップホップまで混ざった音楽。ジャンル名からでは分からないヒップホップ要素がかなり強いよ。ボーカルはラップに変化するし、スクラッチなどの DJ 系音ネタも入る。アバンファンクは前衛音楽プラスファンク。前衛音楽らしいよくわからない曲を作る。さっきベースは音楽の土台と言ったけど、アバンファンクはベースが変になるから他のスタイルの曲調を変化させやすい。大抵は変な方向に変化するけど、それじゃどんな曲が生成できるのか、実際に生成した曲を聴いてみよう。ファンクと他の曲を混ぜたスタイルがどんな曲を生成するか聞いてもらったよ。最初に言った通りファンキーはネガティブな意味でも使われる単語。音楽のファンクも癖が強くて好き嫌いの分かれる音楽だと思うよ。スノでも生成が不安定になりやすくてかなり使いにくいスタイルだと思う。だからファンクの曲調が好みでない人は無理に使う必要はないスタイルだね。ただスノではベースに強い影響を与えるスタイルはあまり存在しないから、ベースを変化させる時のスタイルとして覚えておくと役に立つこともあるかもね。それじゃまたね。